does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go. 'Cause I found all the answers in you. Ooh, 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 ooh. Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go. 'Cause I found all the answers in you. Ooh, ooh, Take me away. うなさかの村を歩く。長崎県対馬島の西海岸の集落を歩いています。前回の南部に引き続いて今回は北部です。まずは対馬最北の集落ワニ浦から歩きます。解説を読みたい方は字幕ボタンを押してください。ワニ浦の北1キロにあるウニ島はかつては砲台、現在はレーダー基地のある国防の島です。一般の住民はいません。ワニ浦はそのウニ島を望む北に開いた湾を持つ集落です。ここで目を引くのが港の近くに集められた小さな建物群。これらは居住するための建物ではなくて小屋と呼ばれる倉庫です。よく見る集落では居住するための私屋と物を格納するための倉庫っていうのは同じ敷地内に配置されている場合が多いですけれども、この対馬では各戸が所有する倉庫が居住する敷地から離れた場所に集められています。その場所はこのように海や川に近い場所が選ばれます。このような集落形態は前回の南部編でも紹介しましたが、対馬全島に見られます。ワニ浦の倉庫群は港に面して広がっている平場を取り囲むように配置されています。湾の形が円形なので集落を見下ろすことができる韓国展望所というところから俯瞰しますと、この倉庫群が円をかたどっていることがわかります。このベイと呼ばれる広い平場なんですが、港の近くなので漁業に関連するものだと私はてっきり思っていました。ところが実はですね、集落全体で農作業を行う場所だったそうです。狭い谷地であるワニ浦は平地が乏しいので、岬を越えて
開墾した農地から船で作物を運搬していたんだそうです。万が一火事が発生した時に大切なものが燃えてしまわないように居住の場所から離して配置された倉庫群ですが、この港近くと集落の奥にある本宮神社の前にもあります。ところでこの倉庫の数、いくつぐらいあると思います？ワニ浦では150棟に上るそうです。平均して1世帯が3棟所有している計算になるわけですが、医療、家財道具、農具などに分けて収納しているんだそうです。本当だ。丸太を使ってるわ。木を切ってすぐ皮むいてよきばつりしてるんですね、2面。はい。2面は皮付きのまんま丸太で、それをこう2つに割ってこれ使ってるんですね。でこれ丸々そのよきばつりしただけです。はいはい。ワニ浦から島を南下しまして、岬と入江の連続する西海岸にある下る集落を訪ねます。これね、対馬の民家。真ん中に玄関があります。で階段が2段、3段か。あれがね、典型的な対馬の民家の形。この下るはですね、この屋根付きの門がね、ついてるんですよね。で切り沈みの石垣。この屋敷構えが典型的ですかね。ここは綺麗に残ってますね。でここ門があったとこなんですけど、ここのね、先端をちょんとこう上げてるんですよね。少しこう反らせてるっていうのかな。両側大きな石、成形した石で固めて、中に細かい石とか割った石を、端材を詰め込んでると。綺麗だな、この石垣。下の方は大きな石使ってるわ。こちらは完全な切り沈み。この家の瓦は古い。ちょっと崩れかけてるけど。でもあれなんだな。玄関が真ん中に式台があるけれども、玄関は左側にあるんですね、みんなね。お客さん用の式台が真ん中にあるわけですけど、そちらを常時使わないで、普段はその左側の玄関を使ってる。さっきの家は右側にありましたけど、そういうことですかね。ここは川沿いに小屋が集まっているようです。ワニ浦もそうでしたが、島の南部で見られた軒の深い石屋根の小屋は見られません。でかいなこれ。川沿いに立つ屋根付きの門と石塀に囲まれた屋敷構え。大小さまざまな形の石をビシッと組み上げた石塀がとても美しいです。このね、家は門がね、水際にあるんですよね。なぜでしょうか。この水際の集落景観が最も印象的でした。下る集落は川を挟んで2カ所に分かれていまして、倉庫群もそれぞれにあります。
すごい。両側に石垣だ。沖縄っぽいな。さらに西海岸を南下します。対馬の集落、最後は旧美祢町の近江と木坂です。この辺りの集落は西海岸に沿って点々とありますが、互いに断崖絶壁で隔てられていて、山を越えていかなければ行くことができません。近江集落では今まで見られた倉庫群とはまた違った形の建物が見られます。外周に石を積んで壁を作り、木造で屋根をかけて赤瓦が吹かれています。これは日本海沿岸の浜辺で共通して見られる船を収納するための船屋でしょう。また同時に収穫した海藻を蓄えていたのでもご屋とも呼ばれていました。海岸には八熊塔と呼ばれる石積みの塔が見られます。これは近江地区と木坂地区だけに伝わる無病息災や大漁を祈る伝統行事、八熊祭りの時に作られるものです。でもこっち側からだもんな。ここに並んでいる小屋なんですが、海側を閉ざして入り口が集落側を向いてます。船屋であれば普通海に向かって開いているはずなんですが、やはり海藻を蓄える目的の方が優先されているのでしょう。海岸線に直行する道を歩きます。集落のメインストリートです。立派な石塀で囲まれた大きな屋敷が並んでいます。この家、まるでお寺のように見えますが、対馬の伝統様式の民家です。中央に客を迎える玄関があり、その部分の屋根が全面に突き出しています。近江集落では南北の山沿いに屋敷が並んでいて、真ん中の平らな土地が田んぼになっています。その一角に倉庫群がありました。ゴロ大使だ。鰐浦やシタルで見られた石塀に比べてさらに高く築かれています。地形的に風が強い場所なのでしょう。ここに見られる藻小屋は復元されたものです。対馬はほとんどが山林で高地がわずか 3% に過ぎません。それも狭隘で痩せた土地であるため、より収穫を増やす目的から海藻が肥料として使われました。藻小屋の遺構は対馬の西海岸の一部にしか見られませんが、
西海岸は東海岸に比べて地形が穏やかで高地が多かったためだと思われます。ピサカも近江と同じように海岸線に直行するメインストリートを軸に集落が形成されています。そこには屋根付きの門と石塀を備えた大きな屋敷が並んでいます。特にこちらの家、無住でしたけれども文化財として保存すべき状態の建物でした。長崎県対馬島の集落、いかがだったでしょうか。武家屋敷かと思わせる立派な門や石塀、玄関を備えた主屋というのが対馬の上層民家のスタイルで目を引きましたけれども、やはり一箇所に集められた倉庫群というのはユニークでしたね。特に島南部で見られた石屋根の重量感はすごかった。ではこれにて対馬島の旅を終わります。またどこかの島でお会いしましょう。Look at me, find here without you. I can see that you're doing pretty well too. I guess we're good at pretending. Can't you see I've nowhere to hide now? Let's agree to figure this out right now. Unless we both decide to let it go before we even try. I know we got a losing hand, but I want you to understand that this ain't got nothing on me and you. No matter how badly that we've been bruised, and maybe we can still be friends. Our story doesn't have to end. I'm sorry we got out in such a hurry. We went to the bottom, but it was worth it. Maybe we could still be friends. I wonder why I'm lying awake here. It would be a crime to say I don't miss you now. I guess we both agree that losing us is harder than it seems. I know we got a losing hand, but I want you to understand that this ain't got nothing on me and you. No matter how badly that we've been bruised, and maybe we could still be friends. Our story doesn't have to end. I'm sorry we got out in such a hurry. We went to the bottom, but it was worth it. Maybe we could still be friends. Maybe we could still be friends. I know we got a losing hand, but I want you to understand that this ain't got nothing on me and you. No matter how badly that we've been bruised, and maybe we could still be friends. The story doesn't have to end. I'm sorry we got out in such a hurry. We went to the bottom, but it was worth it. Maybe we could still be friends. Maybe we could still be friends. Maybe we could still be friends.